ハローテニスファン、小野田道久です。今回も島袋選手をお迎えしてバックハンド編をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。バック得意ですか？そうですね、はい。まあどっちかというとフォアよりもバックの方が結構安心感、自分の中では。まあ、ミスは多分バックの方が少なくて、でもあんまりこうなんですかね、リスクを負ったりはしないんですけど、その分まあ多分安定してると思いますし、まあ意外とあとバックからペースをつかむっていうのは意外と多くて、意外と結構信頼というか、結構大事、自分の中では。はい。スライスも結構使う？そうですね、スライスもうまくはないですけど、結構うまいかどうかはね。うまくはないですけど、はい、結構ペースを変えたり。うちはもういそうますから。高尾さんの前にいますから。僕はもう皆さん勘違いで、僕は逆にスピンがうまくないからこっちをやった。逆に言うとスライスをたくさん打ってたらスピンがうまくならなかったというだけであって。一緒に練習した経験は？早稲田のはい大学の時に、はい僕も何度か練習の場所としてね、おはい願いしてたんで、リーグ戦とかも見に行ったことありますし、はい、まあナンバーワンで出てたらそれまでに勝敗がね決まってることも多いから、もう相手からすると島袋選手だけでも倒してやろうというところで来るからねそれを受け止めるのやっぱ大変だったと思う。対戦はあるんですか？ないないですね。ないです。はい。つい最近までやってたんですけどね。僕はそこまで。あんまセットとかもやったことないよね。あそう大そうですね。学のとこではね。そうですね。今までのゲストは基本的にはやったことありますっていう方あはほとんど。そうだねあ、本当ですか。どっちかね、シングルスかダブルスかでねやったことあるっていう選手多かったけど。それはだって20歳以上違うんですよ。今年僕らも45です。まだ24ですよ。 24です。今年21歳差。俺も44の年なんで。はやばいね。やばいね。すごい時代だね。ねまあということで、はい。バックハンド編今日ははいやっていきたいと思います。お願いします。はい。お願いします。Subscribe, subscribe, 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 subscribe. 当たるかもしれないです。はい、行きます。そのあたり。まあフォアに比べるとフラット強くなりますかね。ラスト3球いきます。よいしょ。ストップ。おーグリップはい。薄い。どうなんですかね。まあけど今の形で言うとオーソドックスな感じですかね。右手もしかしてフォアにそうですね。近いぐらい？だからフォアハンドに全然グリップチェンジしないです。しない。はい。だからもうそのまま握る感じです。じゃあこうやってリターン構えてもすぐどっちでもいける感じ。はい、ぶっちゃけそうですね。それがいいかもしれないね。そっちの方が多分楽ですよ。ああなるほど。変にグリップチェンジしちゃうとなんかずれちゃうっていうふうに思っちゃってて、最初だからもう癖で気づいたらもうこれに定着しちゃってて。まあ試合やったらね、もちろんフォアで回り込んだりフォアで打つことももちろんあるけど、普通のラリーになったらやっぱバックのクロスがねそうですねメインになるから、やっぱりバックをきちっとこう打てるグリップとか、で待ってるっていうのは大事かもね。サーブだってやっぱね均等にっていうのもどっちかといえばバックにやっぱりまあそうですね。来るからね。来ますリターンで構えた時は持ってるここに。ここ持ってんの。こっちですね。こっちですね。はい。でバック来たらこう。もう下ろすから。下ろすだけですね。はい。まあ遠かったらね片手でブそうロックですねはいすることもあるしね。僕なんかバックグリップこうやって片手熱いからここで操作するんですけど、こっちにやった経験がないから。下ろすだけでいいのもねだって。簡単です。はい。下ろすだけで。だから意外とブロックリターンもやりやすいかもしれないです。ああバックのね。はい。なるほど。グリップがやっぱりフォアに近い分若干ちょっとだけフェースがこうやって上向いてる感じがするんですけど。そうですね。はい。そんなねボール自体もスピン量は少ないもんね。そうですね。もう本当にちょっとこうフラットがまあもうほとんど無回転ってことはないんですけど、非常に回転量は少なくて低いとこ通ってきてるなという。この両手バックでその大事にしてることって何ですか？ですね、僕右手と左手の力量を結構変えてて、僕本当に左手で打ってるイメージなんですね。8-2ぐらいですね。マジ？8-2、7-3。こっちはじゃあもうダダラダラにしてくダラダラもう本当それだけのイメージで、でこれもともと5-5、6-4ぐらいでやってて、もともとなんかそういう
結構柔らかい系のタイプじゃなくて結構僕、ガチッとしたねはい固めてたんだ。硬いタイプなんで、でもそれだとなかなかストレートとか、ダウンザラインに流しにくいというか、引っ張っちゃったりして、でそれが結構自分の中でしっくりこなくて、でそのタイミングで錦織圭さんにお会いして、秘密を3つ終わっちゃった。バックストレートすごいじゃないですか。ちょっとなんかどうやって言ってるんですかと、それこそ錦織さんはその左手を中心に打ってるっていうふうに言ってて、それをもう本当聞いた瞬間がちょっとなんか、入っちゃったなみたいな感じ。自分スイッチ押された感じ。なんかいやセンスあると思ってなかったですけど、とりあえず真似をしてみたいなと思ってやってたら意外といい、意外と打てるってなって、じゃあ最初はもしかしたら錦織選手も自分と同じかなと思ったの？それとも何か違うだろうって？そうですね、何かもう聞く前は絶対違うと思ってました。もう明らかにボールの勢いが違うんで、逆に知りたい、これもこういうふうに言ってみたいなっていうふうに本当に素直に思ったので。すごいもんね、あの方のバックハンドちょっとすごい。本当に分かってても取れないもん。クロスコート打ちで追い出されちゃうもん。本当にそう振り回しになっちゃうな。気づいたらストレートみたいな。左手で方向操作する。そうですね。はい。じゃあこっちはくっついてるだけにしといて、はい、できるだけこっちで操作をしながらもうそうですね、コントロール。はい、なるべく。でもやっぱこの両手打ちっていうのはもちろん左手が右手よりはいわゆる利き手よりは上の手の方が中心にやってるっていう選手の方がどちらかというと多いですね。全体的に選手に聞くと。左手はもう添える感じ？それとも上から？上っていうかこう握ってるか、いやもう横から。はい。そうですね。そんな押さえつけるような。はい。そうだね。だってね、こっちがフォアなんだもんね。フォアであれすると、いやもう本当に違うね、感覚がもうちょっとどうなんだろう。でも最近やっぱ薄い選手多いかな。多いんですかね。確かに。あまり下にも引かないもんね。どちらかというとこうラケット立てて、添えた選手なんかもそうだけど、こう立ててそこからこう持っていくっていう。ラケットはわざと立てるの？それとも勝手にこうなっちゃう？勝手にですね。グリップがこうなってて、このまま体がターンしていけばラケットセットアップされるってこと？はい。こういう人やっぱいるじゃない？いますね。はい。打ちに行く時はそうなんだよね。こうやっといても打ちに行く時は自然にこの下がるっていう。なんで正直僕もどうせ落ちるんだったらこの立てる意味ないんじゃないかと思ったんですよね。こうやって横に引けばここに来るじゃんっていう話でしょ。これでどっちみちこう落ちるんだからと思ったんですけど、治らないもんですね。でもこっちの方がいいんじゃないの？なんかやっぱリズムが取れるんですかね。はい。最初から下になんかまっすぐ引くってもちろん例えばグラスコートとかすごい速いコートでしかやらない選手はもうこのいわゆる下とかもうね、なんていうの、この腰のレベルに引けばいいけど、やっぱここを打たされるじゃない。特にリターンなんかはやっぱ高いところで打ったりとか、弾むところでねやっぱりやったら高いところでも打たなきゃいけないけど、やっぱある程度立てておいて打てるようにはねしといた方がいいよね。ちなみにバックのスライスは使います？はい、そうですね。時々です。あんまりディフェンスで使う？そうです。ディフェンスが多いですかね。はい。あとはストレートにこう流す展開の時ぐらいですかね。あんまりじゃあ打てるんだったらこっちでしっかり打つか、もしくは回り込むかっていうことか。そうですね。バックのドロップショットとかはあんまりやらない？センスないんですよ。これあんまりこれ言っちゃうとセンスない。センスないんですよ僕。本当に。こうやってやっといて、センスないな。そうです。センスないなみたいな。ああいうのはね、錦織選手僕小学校の頃見たことありますけど、小学校の時からやってるんですよ。やってない。やってないです。やってない。真面目にもうひたすら小さい頃からねやっておくっていうのはやっぱ大きくなっても自然にできるっていうのと結構大事かもしれないですね。あんまりそこで変えるっていうのは本当難しいことだと思う。ちょっとラリーでちょっとラリーでねバックハンドもしましょう。We are Japan's #1 tennis channel, Star Tennis Academy. スライスも混ぜて全然。はい、わかりました。そうです。もう一回いきます。はい。はい。ちょっと緊張。ほら。おい。スリー。
いきます。しょおうはいはいすいませんはいね、もう一回いきます。ね、早いね、スイン結構このグスピードが。コートが速い。ここよいしょ。はいサリーサリーやはいおよいしょ、いいです。よいしょ、はい。はい。さあ、ラスト行きましょう。ああ、ですきるいません。そうはい。よいしょ。はい。もうしょ。うん。早っ、球が。はい。足のそのスタンスとかは基本的にやっぱ右足を出してこうやってやっぱ打つ。そうですね。オープンスタンスはやっぱり差し込まれた時ぐらいで基本やっぱり中で入っていくっていう。こっちだとあまり力前に伝わりづらいので、基本はもうクローズで打つ。まあフォアもそうだったけど、やっぱもうできる限りこう前足をねきちっと出したいっていう、まあある意味それいい癖ですよね。それをやれる時やっぱりやり続けるっていうで、試合の時はそんな時ばっかりじゃないから。あとなんか悪い癖としてこうクローズに結構なりすぎる、なりすぎちゃう時もあるので、それやっぱ気をつけてますね。オープンで打てるようにもなりたいってことね、遠いボールとか。そうですね。オープンスタンスでずっと打てって教わってないでしょ。そうです。あまり基本的にはまあ右足をこうやって前出して前に行けっていう。はい。日本ってなかなかやっぱオープンスタンスのなんていうの、まあ好きな人と嫌いな人結構分かれる。で、僕はどちらかというとオープンスタンス派だったんですけど。そうなんですね。でも前でネットで勝負したいっていうのがあった時はまあ基本的にこう入るんだけど、やっぱりちょっと待ったりとかいろんなことをやっぱやれるようにしたかったので、基本オープンスタンスも覚えました。ヨーロッパとか行くと絶対左足行けって言われて、アメリカとか行くとオープンスタンスだって言われて、ちょっと一時ね分かんなくなった時あったんですよ。まあ20年前ぐらいですけど、その時はどっちが自分に合ってるかなと思ったら意外とオープンスタンスがあって良かったですね。あ、本当ですか。まあその辺はスタンスの違いでちょっと悩んでる人は基本的にはまあ右足をバックだったら入れると思うんですけど、まあそっちの方がやっぱ一番力は伝えやすいですよね。あとやっぱ相手が嫌だよね。やっぱこうしっかりグッと入られた瞬間に肩が入るし、コースはやっぱ読めなくなる、読みづらくなるから、それやっぱすごい大事ですよね。これインパクトとかこれ当たった後フォローって何か注意してることって、ここが意外とわからないんですよ。この後どうしたらいいんですかって。例えば緊張した場面とか力入ると、僕の場合は結構こう反り返るやっぱ右手が力入っちゃうんですね。力むからだから勝手にこうすくい上げちゃう。左手でこうやってすくおうとする。なんで、まあさっきも言ったあったんですけど、こう引っ掛けこう、まあそれかこうあれですね。行って早くこう上がってしまうというか、もうしっかりこう右足にグッと乗れればいいんだろうけども、まあそういう時ばかりじゃないからね。これフォアってこうやって回るじゃん、こうやって。バックって両手バックの人ってこうやって回るの、こうやって左肩も前向いてっちゃう。いや、ここまであまりないですかね。回りすぎちゃうのもやっぱダメなの。バックの方がなんていうんですかね、コンパクトというか、あまりこう暴れない。はい。まあ横向いて、まあこれもちょっと大げさなんだけど、そうですね。まあ感覚的にはこれに近いのかな。あんまりこう回っていくっていうのはこういう人やっぱ多いんですよ。回ってっちゃう人。まあ軸がちゃんとしてればいいんじゃないですか。やっぱりこう右足に乗った時にちゃんとここの軸でうまくこの回せてれば、向いてももう打ち終わった後だからね、例えば横に動かされたらうまく回って戻ってきた方がいいじゃないですか。変にそこで打ち終わるんじゃなくてね。結構肩とか意識したらいいんですかね。やっぱりこうなんですかね、打つ時にどれだけこう肩の位置が開かないようにここにいるか。でも閉じすぎても逆に前に押せないですし、まあでもあんまり意識したことない。まあ意識しなくてもできるレベルだから。まあでもね、今これちょっとラリーしてる中でも一球一球やっぱ違うじゃないですか。同じ場所に来るボールを打てるようになることがプロの選手で重要な
だけじゃないからやっぱり動かされた時とか球種によってねうまくこの開くタイミングも必要だろうし、逆に開かないでパッシングショットなんかはねこううまくグッとこう左手を使ってショートクロス打つとかっていうこともあるだろうから、その時々に合わせた打ち方っていうのは、特にバックはねやっぱ追い込まれたりこう差し込まれたりすることも多いから必要なんだろうね。そうですね。ちょっと最後にこんな練習方法ありますよみたいな、はい、なんかありますか？もう昔からやってることでもいいし、最近こういうことやってるんですよねみたいな。基礎になっちゃうんですけど、このバックの内訳、バックだけの内訳でクロスストレートってこと？そうですね。でもストレート多めの練習、僕結構やっぱストレートの展開が好きな、ストレートのショットが好きなので、基本ラリーはまあクロスに、ね、クロス、はい、ね、やっぱでもクロスは、まあ、自信はあるんですけど、やっぱこのストレートの精度をどれだけ上げれるかっていうのがやっぱ自分の中で結構キーだったりするので、そこの練習は結構多めに取り入れてます。手出し、ラケ出し、ラリーでボール出しでいきましょうか。ラケットからでね。はい。Please subscribe. ここら辺で、はい。はい。お早っ。ラスト3球いきます。ごめん、それだけでもうラスト3球いきましょう。タイミング全部同じだね。ラスト3球いきます。なんかあれですね。バックの方が安定してるっていうのが分かったような気がする。多分破壊力は正直フォアの方がね、ある分だけど、まあでもそういう選手すごく多いと思う。特にバックの両手打ちの選手はやっぱバックハンドできちっとラリーをするかストレートを打てる、もしくはクロスを追い込んで甘くなってきたところをフォアで決める、もしくはネット出るっていう選手が多いから、バックのこのストレートもうね、錦織選手にね出会えたっていうかね、出会ってねアドバイスしてもらったのは、武器になりましたから、ね、結構苦手だったんですけど、そのやっぱアドバイス、まあそれ自分の練習結構積み重ねたんですけど、まあ気づいたら自分結構そこに頼るようになったり、はい。まあ好きなショット、得意なショット。言葉のアドバイスの重みがさ、ちょっと違う。それはね、ね、僕らにね、そう左手だよって言われるよりね、錦織選手に言われた方がね、結果残されてる方に言われた方が、それはね、まあ世界でもね、1位、2位を争うバックのね、ストレートとクロスを持ってる選手だからね。まあちょっと一般視聴者の方も両手バックで悩んでる方たくさんいると思うんですけど、この力量、右に左8ぐらいでちょっと左手でリードで練習をされてみてはいかがでしょうか。はい、バックハンド編でした。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!